さあ本日はですね、こちらバンブーラボの 3D プリンター A1 ミニをレビューしていこうと思うんですけども、 3D プリンターって調整が大変そう、使いこなすまでが沼みたいなイメージ正直まだありますよね。僕もずっとそういうイメージがあったんですけど、興味はあるけど一歩目がなかなか踏み出せない、そんな状況でした。なんですけど、いやーついに買ってしまいました。バンブーラボ A1 ミニ。このコンパクトな見た目にもかかわらず、フルオートキャリブレーション、高速印刷、静音モードまで全部入り。しかも今回は AMS ライトなし、本体のみの構成で1ヶ月間くらいがっつりと使ってみました。 3D プリンターが気になっている人はぜひ動画を最後まで見てみてください。それでは行きましょう。はい、ではまずはですね、この A1 ミニがどういった 3D プリンターなのか、3D プリンターよくわからんという人にも伝わるようにざっくりとご説明していきます。はい、ではこの A1 ミニはですね、いわゆる FDM 方式の 3D プリンターです。 FDM って何かと言いますと、糸状のプラスチックをホットボンドみたいに溶かしながら一段ずつ積み上げていく方式の 3D プリンターになっています。実際に横から見てみると、ホットグルーガンでプラスチックをミルフィーユ状に重ねていって立体物を作っているようなイメージですね。これが一番有名で、家庭用 3D プリンターと言われて想像するのはだいたいこういったタイプですね。はい、ではその中で A1 ミニは造形サイズおよそ180センチ四方、本体はデスクに置けるコンパクトサイズ、方式はベッドスリンガー型で土台が前後に動くタイプになっています。日常で使うガジェットや小物であれば大体作ることができるみたいなクラスですね。 3D プリンターってめちゃくちゃメーカーとか種類があるんですけど、僕がなぜこのバンブーラボ A1 ミニを選んだのか、理由が4つあるんですけども、順に説明していきます。はい、では1つ目ですね。調整で心が折れたくなかった。 3D プリンターってこのまま配送されるわけではなくて、本体を一から組み立てたり、ベッド、いわゆる土台の高さを紙1枚分に合わせたりとか、この準備と調整で挫折するパターンが多いんですよね。一般的な紙のプリンターと比較して、この準備と調整っていうのがめちゃくちゃ大変で時間がかかったりするんですよね。僕は映像制作や編集の仕事もあって、調整だけで1日が終わってしまったみたいなことは絶対に避けたかった。その点 A1 ミニはほぼ完成品の状態で配達されます。でしかも調整作業に関してもフルオートキャリブレーションが全てやってくれますので、準備や調整作業にあまり時間がかからないんですよね。ここがめちゃくちゃ大きな魅力でした。はい、そして2つ目はサイズ感ですね。ガチな 3D プリンターってめちゃくちゃでかいんですよね。 3D プリンターを設置するためのスペースも周りに必要になります。そこに巨大な 3D プリンターを置くっていう余裕は正直なかった。ですがこの A1 ミニはデスク横の一角に常設できるレベルのコンパクトさで、ベッドサイズ、土台も日常の小物を作るには結構ちょうどいいサイズ感です。このバランスがかなり絶妙でした。はい、そして3つ目はスピードとクオリティのバランス。 A1 ミニはスペック上最大ヘッド速度が 500mm セカンドクラス。実際に動かしてみると分かるんですけど、かなり高い加速度。実際に標準設定でもあれもう終わったのっていうくらい結構速いんですよね。実際この値段的にも正直あまり期待していなかった部分もあるんですけど、実際に作ってみたら結構感動したんですよね。ここも決め手の一つになっています。はい、そして最後4つ目ですね。4つ目は拡張性。動画の冒頭で言った通り、僕は AMS ライトを買っていません。買ったのはこの A1 ミニ本体だけです。 A1 ミニは後から AMS ライトを追加すると4色のマルチカラー印刷ができるようになります。 PLA 単色で基礎を固めつつ、慣れてきたら色を増やして遊べるみたいな余白があるんですよね。こういう風な成長の余地が残っている感じもこの A1 ミニを選んだ理由です。
はい、ではこの4つの理由をまとめるとこんな感じですね。僕のこの欲張りな条件に一番ハマったのがこのバンブーラボ A1 ミニでした。はい、じゃあここからはですね A1 ミニのスペックや機能をできるだけ専門用語を噛み砕きながらご説明していきます。じゃあまずはですねどれくらいのものが作れるのかという話ですね。造形サイズは 180×180×180mm 前後。ざっくり言うと15センチから18センチくらいのフィギュア、スマホスタンド、デスク横の小物トレイ、ケーブルホルダーとかこういった小物を作ることができます。逆にヘルメットや大型のロボットの一体成形、大きな花瓶、こういったものを一発で作るにはちょっと小さいんですよね。大きいものを作る場合は分割して印刷して接着というテクニックを使います。 A1 ミニ本体の構造はスチールアルミ系のしっかりとしたフレームでベッドが前後に動くベッドスリンガー型。実際に本体を持ち上げると意外とずっしりしていて、この重さが高速印刷時の安定感に効いてきます。はい、そして 3D プリンターといえばノズル温度回りも重要です。 A1 ミニは標準ノズル 0.4mm ノズルが付属しています。交換可能なノズルは 0.2mm、0.6mm、0.8mm の3種類。ノズル最高温度は約300度クラス。ベッドの最高温度はおよそ80度クラス。ノズルの 0.4mm っていうのはどれくらいの太さでプラスチックを出していくかっていう話ですね。ざっくり言うとノズルの数字が小さいほど細かくて綺麗でも時間はかかります。逆に数字が大きいとざっくり速いでも造形物のディティールは落ちるみたいなイメージです。最初は標準の 0.4mm ノズルで印刷して徐々に慣れてきたら 0.2mm そして 0.6mm を試すみたいな遊び方もできます。バンブーラボ A1 ミニでは素材も結構重要なポイントです。先ほどプラスチックの素材を溶かして造形物を作るみたいな話をしたんですけど A1 ミニに対応している素材はこんな感じです。バンブーラボ A1 ミニが得意とするのは PLA、PETG、TPU、PVA です。逆にあまり向かないのは ABS、ナイロン、PC、高温系の材質ですね。よく使うのは PLA という素材で匂いが少なかったり反りにくい、印刷しやすいといった初心者向けの素材になっています。ちなみにですね、僕がよく使っている素材フィラメントについては動画の概要欄に記載しておくのでぜひそちらもチェックしてみてください。僕が A1 ミニで一番おすすめしたいポイントがここですね。フルオートキャリブレーションとセンサー周り。実際に印刷実行っていうボタンを押すと印刷前にヘッドがカシャカシャっと動き回って自動的にチェックを行ってくれます。フルオートキャリブレーションでやっていることはざっくりとこんな感じです。ちょっと難しい言葉が入るとは思うんですけどもなるべく分かりやすく説明していきます。 Z オフセット調整。ノズルとベッドの紙1枚分の距離を自動で見つけてくれます。ベッドレベリング。ベッドの高さムラを自動で計測してソフト側で補正。振動測定と補正。印刷中に本体が共振しにくいように自動的にチューニングしてくれます。他にもですねこういった感じで面倒な調整作業を人間がやらなくていいっていうのが A1 ミニの強みになっていて勝手にいい感じに調整して印刷してくれるといったイメージですね。次にですね操作系カメラソフトウェア周りですね。前面には小さなタッチスクリーンがありましてこちらで印刷の実行や一時停止様々な調整や設定も行うことができます。ちょっと見にくいかもしれませんが内蔵カメラも搭載しています。解像度はあまり高くはないんですけどこちらのカメラによって進捗の確認やタイムラプスも撮影することができます。そして印刷開始や停止は本体のこちらのタッチスクリーンでも行うことができるんですけども PC 用のスライサーソフトとしてバンブースタジオ、スマートフォンアプリとしてバンブーハンディ、こちらも用意されています。 A1 ミニは単体でも動くんですけども Wi-Fi にも対応していて Wi-Fi 経由によってジョブ送信や状態確認もすることができます。
実際のワークフローとしては、バンブースタジオでデータを用意して Wi-Fi 経由でプリンターに送信。印刷が始まったらスマートフォンや PC から進捗状況を見る。こういった感じでバンブーラボの世界観に全部乗っかる前提であれば、かなり快適に使うことができます。はい、では次ですね。設置場所と環境。実際に僕はですね、こんな感じで A1 ミニを設置しています。設置のポイントは3つだけ意識しました。まず1つ目ですね。背面にスペースを少し残す。ベッドがですね、前後に動いて印刷していきますので、壁ギリギリは結構危険です。そして2つ目ですね。しっかりとした台の上に置く。グラグラする場所に置くと振動で結構ブレやすいです。はい、そして最後3つ目ですね。周りに燃えやすいものを置かない。ベッドとノズルが結構高温になりますので、箱ティッシュや布、紙袋とかは離して設置した方が安全です。で、今紹介したこの3つさえ守れば、基本的には普通の部屋でも問題なく使えると思います。いやー、皆さんお待たせしました。やっと印刷に入ります。では続いてフィラメントのセットですね。3D プリンターの印刷に必要なフィラメント、素材のセットは実際にやりながらお見せしていきます。この見た目的にちょっと難しいかなって抵抗感がある人もいるかもしれませんが、やってみると意外と簡単です。背面のスプールホルダーにフィラメントを乗せる。フィラメントを PTFE チューブに通していきます。そしてツールヘッド側の入り口に奥までグッと差し込んでいきます。ここが重要なんですけど、フィラメントを差し込むだけじゃ認識されないんですよね。このタッチスクリーンからロードフィラメントを選択。で、そうしますとノズルからこのフィラメントの色が出てきますので、そうなれば OK です。で、この操作が 3D プリンターを使う上での基本的なルーティンになります。僕も最初はこれで合ってんのかみたいな感じで結構怯えながらやっていたんですけど、2、3回やれば手が勝手に覚えていくと思います。印刷前にはこのフルオートキャリブレーションを実行します。ノズルヘッドがベッドをツンツン触っていったり、XY 方向にブルブル振動したりしながら、さっきご説明した各種設定、キャリブレーションを一気にやってくれます。で、実際にこれをやるかどうかで造形物や印刷のクオリティが大きく変わります。いやー、皆さん長らくお待たせしました。ここでやっと造形物の紹介です。僕が最初に印刷したのはこちらですね。正直初回は何回か失敗するんだろうなって思っていたんですけど、一発目からちゃんと形になったので、そこで一気に信頼感が上がりました。3D プリンターは最初の成功体験があるかどうかでモチベーションが全然変わってくるので、これから 3D プリンターを始める人もいきなり難しいモデルにチャレンジするのではなくて、こういったシンプルなサンプルから試してみるのがおすすめです。ここからはですね、3D プリンターの現実についてもお伝えしていきます。もちろんですね、毎回完璧にうまくいくわけではなくて、スパゲッティ化も経験しました。このスパゲッティ化が意外とメンタルにくるんですよね。具体的に何をしたか、いや何をしてしまったかというと、積層ピッチを 0.08mm まで攻めた。他にもですね、接地面が小さいモデルを横にせずこのまま印刷してしまった。この2つが原因で何が起こるかというと、印刷中に土台から造形物が剥がれてノズルが空中でフィラメントを出し続ける。そうするとこんな感じでスパゲッティ状態になるんですよね。 SNS とかで結構情報は見ていたんですけど、実際にこれを目の当たりにすると結構衝撃でした。ではこうならないために何をするかというと、こんな感じですね。ベッドは IPA アルコールで定期的に脱脂。接地面が小さいモデルにはブリームをつける。高低差のあるモデルは分割して印刷。接着っていうのも選択肢に入れる。いきなり 0.08mm は攻めすぎ。マジでやったなと。最初から 0.08mm にするんではなくて 0.16 や 0.2mm あたりから印刷していくのがおすすめです。こういった問題というか失敗もありますけども、
この A1 ミニのおかげでハード側の失敗っていうのはかなり減ってると思います。あとはこの辺りのデータと設計のコツっていうのをちょっとずつ自分で覚えていくようなイメージですね。じゃあ実際にですね、僕が A1 ミニをしばらく使ってみて感じた、ここは胸を張っておすすめできるみたいなポイントを5つご紹介していきます。じゃあまず1つ目ですね。セットアップと普段使いのストレスが結構少ない。組み立てはほぼなし。ベッドレベリングも不要。3D プリンターを買ったはいいけど、なかなか印刷までこぎつけないみたいな、3D プリンターを使うための勉強に時間と気力を持っていかれないので、実際に作りたいものを思いついたらすぐ試せる状態になります。はい、そして2つ目ですね。1層目が決まりやすくて仕上がりも素直に綺麗。 FDM 方式で一番大事なのがこの1層目、ここが決まるかどうかでこの印刷が成功するかどうかがほぼ決まります。 A1 ミニはオートキャリブレーションのおかげでこの1層目が本当によく決まるんですよね。実際に僕もやってみたんですけど、 PLA で 0.2mm 前後であれば底面もピタッとくっついて側面のラインもシャープ、積層跡もそこまで目立ちにくい。実際に僕の横に今置いてあるんですけど、このサイズ感、この価格帯のプリンターでここまでできるんだっていうのが正直な印象ですね。はい、そして3つ目ですね。スピードと静音性のバランスがめちゃくちゃいい。でしかもモーター音やファンの音もずっとうるさくてもう無理みたいなレベルではなくて、今プリンターが動いてるなっていうくらいの存在感。他の部屋で寝ている家族が気になるかどうか、ギリギリ許されるかなっていうくらいのラインだと思います。はい、そして4つ目ですね。ハードとソフトをセットで見たときにエコシステムとして完成してます。バンブースタジオのプリセット、バンブーハンディのスマートフォンアプリ、クラウドとの連携、こういった機能を全部一つの環境として使う前提であればとにかく楽です。はい、そして5つ目ですね。このサイズ感なのにちゃんとした仕事道具として使える。 A1 ミニのサイズだけ見るとサブ機とかおもちゃみたいに見えがちなんですけど、スマートフォンやカメラの小物、充電ケーブルや電源をまとめるためのパーツ、こういったものを普通に実務レベルでこなせるといった性能があります。 3D プリンターをデスク横に常に置いといて、こういったパーツが欲しいかもと思ったらその場で作って次の日に持っていける、制作環境の機動力を上げてくれる道具としてかなり優秀だと感じました。ではもちろんですね、完璧な 3D プリンター、デメリットはありませんとは言いません。ここからはですね、実際に使ってみて感じた惜しい点、注意点も正直にお話ししていきます。ではまず1つ目ですね。造形サイズはやっぱりミニ。最大サイズが 180mm 四方なので日常的な小物には十分ですけども、大きなインテリアオブジェみたいにでかい夢をそのまま形にしたい場合は確実にサイズの限界にぶつかります。もしですね、大物を印刷したくなったらモデルのいくつかのパーツに分割して印刷、そして接着、あとは最終手段なんですけど造形範囲の広い上位機を買うといった選択肢が必要になっていきます。じゃあ2つ目ですね。高温素材をメインで使いたい人には向いていない。 A1 ミニはオープンフレームになっていてベッドも80度クラスということで ABS、ナイロン、PC、カーボンファイバー系の高温、そして反りやすい素材にはあまり向いていません。はい、そして3つ目ですね。バンブーのエコシステム前提なのは好みが分かれます。バンブースタジオ、バンブーハンディ、バンブークラウド、この辺りを含めてバンブーラボの世界に乗ることが前提の製品になっていますので、自分でオープンソース環境で攻めたいとかスライサーをいじって印刷したいといった人は少し窮屈に感じると思います。逆にある程度メーカーが作り込んだ環境に乗っかってその中で気持ちよく使いたいという人にはかなり快適な設計だと思います。はい、そして4つ目ですね。これは A1 ミニというよりも 3D プリンター全般に言えることですけども、どれだけセンサーが載っていて自動化されていても
失敗がゼロになるというわけではないんですね。僕が先ほどご紹介したスパゲッティ化もそうだし、フィラメントの食いつきが悪くて中身が途中でスカスカになるみたいなことも起こり得ます。A1 ミニの場合はフィラメント切れや絡まりの検知、ノズル詰まりの検知はスマートフォンの方に通知してくれますので、 3D プリンターを完全に放置して地獄絵図みたいな事故は減っているような印象ですね。実際はベッドの定期的なクリーニングやモデルの向きや分割の工夫、ブリム、ラフトの使い分け、こういったユーザー側のスキルも少しずつ身につけていく必要があるということだけは最初から知っておいてもらえれば嬉しいです。はい、じゃあようやくエンディングですね。僕のここまでの話を踏まえて A1 ミニを特におすすめしたい人はこんな感じです。 3D プリンターは初めてだけど最初からちゃんとした1台が欲しい人、デスク周りや環境を自作パーツでアップデートしていきたいクリエイター、将来的にマルチカラー印刷も視野に入れている人、一つでも当てはまる人はぜひこのバンブーラボ A1 ミニおすすめしたいです。逆にこういう人は他の機種も検討した方がいいっていうこともお伝えしておきます。 180mm 四方ではなく大型造形をメインにやりたい人、 PLA ではなく ABS、ナイロンとか高温の素材をメインで使いたい人、オープンソース環境でファームやスライサーを徹底的にカスタマイズしたい人、僕的には全員におすすめできるガジェットというわけではないですけども、一つでも当てはまる人はぜひ概要欄からチェックしてみてください。じゃあ今回はですね、バンブーラボ A1 ミニを初心者目線も入れながらがっつりとレビューしてみました。まとめるとこんな感じです。2026年時点で初めての 3D プリンターとして自信を持っておすすめできる1台、そんなポジションかなというのが僕の結論です。僕の今回の動画が A1 ミニをずっと気になっていた方とか 3D プリンター始めてみたいなっていう人の参考になれば嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。ゆうでした。